なあきなこ、オープン AI って結局チャット GPT 作ってる会社でしょ？実はもうそれだけじゃないんだよね。意外な話があるの。どういうこと？もっと詳しく教えてよ。実はね、薬作りの研究に特化した専用 AI GPT ロザリンドを国のバイオ防衛にまで組み込み始めてるの。国のバイオ防衛ってめっちゃすごいやん。でしょう？実はまだあんまり世間には知られてない話だと思うの。なんかこっそり進んでる話って忍者の隠密行動みたいだね。うまいこと言うね。まさにそんな感じかも。なんでそんな大事な話あんまり話題になってないの？しかもこれチャット GPT みたいに誰でも使えるわけじゃないの。そうなの？普通の AI サービスとは全然違う扱いなんだね。そうなの。まさにそこが今日一番の見どころなんだよね。なんで普通のチャットみたいに公開しないの？そこが今日一番深掘りしたいポイントなの。理由を知ると AI 業界全体の見え方が変わると思うよ。そこには3原則ってルールと1企業に頼ることの危うさが関係してるの。今日はそれを具体的な数字で見ていくよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。名前はかっこいいけど、そもそもなんで審査が必要なの？ GPT ロザリンドが発表されたのは2026年4月。創薬とゲノム解析に特化した推論モデルなの。ちなみに名前は DNA の二重らせん構造の解明に貢献した科学者ロザリンド・フランクリンから取られてるの。人の名前だったんだ。ダンカルマンあるね。でしょう？科学史へのリスペクトを AI の名前に込めるところもオープン AI らしいなって思うの。2026年4月ってそんな最近の話なの？しかも6月3日には GPT5.5 の自律的なツール操作機能まで統合されてグレードアップしてるの。自律的にツール操作ってつまり自分で実験データまで読み込めるってこと？いい質問だね。まさにそういうこと。ここが今回のアップデートの一番大きなポイントなの。そう、ただの知識検索じゃなくて実際の実験データ解析まで自分でできる実行エンジンになったの。しかもライフサイエンシズ NGS アナリシスプラグインも同時公開されて DNA 解析まで自動化されてるの。 NGS って何？またわけわからん略語出てきたよ。次世代シーケンシングのことで DNA を高速に読み取る技術のことなの。略語だけど覚えなくて大丈夫だよ。それでなんで誰でも使えないの？使うにはトラステッドアクセスプログラムっていう審査を通らないといけないの。しかも対象は米国企業だけなの。審査を通らないと使えないって南下自動車の運転免許試験に近い感じがするね。まさにそんな感じ。誰でも彼でも運転させるわけにはいかないっていう発想と近いかもね。審査制でめんどくさいこと言うてるやん。でもこれちゃんと理由があるの。4つの条件を証明しないといけないんだよ。正当な研究目的であること、しっかりしたガバナンス体制、研究プレビュー規約への準拠、企業レベルのアクセス管理、この4つが必須なの。うわぁ、思ったよりハードル高いね。審査に通るだけの誠実さと体制が企業側にも求められるってことなんだよね。つまりロザリンドは知ってるだけの AI から実際に手を動かせる AI へ進化したってことなんだよね。しかも本体だけじゃなくてチャット GPT プラスユーザーが無料で使えるコーデックスライフサイエンシズプラグインって別ルートもあるの。この審査単なる念のためじゃなくて実はある衝撃的な実績が理由なの。さっきの実行エンジンって話じゃあもう科学者いらないってことでしょ？絶対そうだよ。そう思うよね。ところが実際のスコアを見るとまだそこまでじゃないの。そもそも創薬プロセスって標的発見から承認まで10年から15年、コストにして約20億ドルもかかると言われてるの。20億ドルって想像もつかない金額だよ。だからこそこの過程を AI で少しでも短縮できたらものすごいインパクトがあるの。例えば創薬の入り口ターゲット発見の分野ではダイノセラピューティクス社との評価で人間の専門家集団の上位 5% を上回る精度を出したの。人間の上位 5% ってめちゃくちゃ優秀な研究者チームより上ってこと？
しかも今まで見たことがない未公開の RNA 配列でテストされたから、ただの暗記じゃないってことも証明されてるの。薬物動態や毒性予測を評価するメドケムベンチでは 27.5%、 GPT-5.5 の 25.1% を少し上回る程度なの。あれ、思ったよりギリギリの差なんだね。でも実験室でのプロトコル最適化を評価するラボワークベンチだと 63.2%、 GPT-5.5 の 55.8% をはっきり上回ってるの。実験室の作業までサポートできるんだ。それはすごいね。実験手順のミス発見や改善提案までできるから、若手研究者の育成にも役立つと言われてるの。総合的な生命科学ベンチマークライフサイベンチだと GPT ロザリンドは 36.1%、 GPT-5.5 の 25.7% をはっきり上回ってるの。 36.1% ってどのくらいすごいの？173人の博士号研究者が作った750個の難問セットで GPT-5.5 より10ポイント以上高いスコアなの。ただ絶対値だと4割弱だから、実務ではまだ参考値の段階なんだけどね。でもね、もっと難しいジーンベンチプロだと最高性能のモデルでも 31.5% しか取れてないの。テストで 31.5 点って学校のテストだったら赤点じゃない？ふふ、面白い例えだね。でも赤点でも人間だけじゃ何年もかかる作業を手伝ってくれる価値はあるの。いい例えだね。それくらい難しい問題ってこと。つまり計算生物学の完全な自動化にはまだ距離があるってことなの。しかも無印のジェネベンチの方ではトークン消費を最大 31% も減らしながら GPT-5.5 を上回るスコアを出してるの。トークン減らしながら賢くなるってなんか矛盾してない？生命科学に特化したアーキテクチャで無駄な文脈を削ってるからなの。専門特化の強みだね。なるほど、餅は餅屋ってことか。そう、汎用型より専門特化の方がこういう難しい分野では強いことがあるの。しかも今の GPT ロザリンドは証拠書類の弱点を指摘する懐疑的な査読者みたいな役割が一番向いてるとも言われてるの。自分で発見するというより人間のミスを見つけてくれる役目なんだね。じゃあこんなに実力あるのになんでチャット感覚で使えないの？これだけ実力があるのにどうして誰でも使えるようにしないと思う？でもさっきの質問、答えは何なの？これ実はただの安全対策じゃなくてもっと踏み込んだ話なの。どういうこと？有益な利用、強力なガバナンス、アクセス制御っていう3原則をオープン AI が掲げてるの。つまり変な使われ方をしないように30にチェックしてるってことを。変な使われ方って具体的にどんなことが心配されてるの？生物兵器の設計とか危険な病原体の合成にうっかり使われてしまうリスクが心配されてるの。うわ、それは本当に写楽にならないね。だからこそ審査を通った信頼できる相手にしか渡さないっていう慎重さが必要になるの。この考え方、防御的加速っていう発想がベースになってるの。AI の力を守る側にだけ有利に働かせようって意味なの。この考えを具体化したのが5月29日発表のロザリンドバイオディフェンスプログラムなの。パンデミック対策のツールを作る研究者や政府機関に無償でアクセスを提供するプログラムなの。 MCM って何？また新しい略語だよ。ワクチンや治療薬、診断キットなどの医療対策のことなの。パンデミックに備える道具作りって考えると分かりやすいかな。むつぐないて太ったらやん。こういう非営利的な取り組みがあるからこそ限定公開でも社会に貢献できるっていう立て付けなの。ローレンス・リバモア国立研究所とかジョンズ・ホプキンス大学とかが初期パートナーなの。国が AI に頼るってすごいことだね。そう、ワクチン開発とかスーパーコンピュータとの連携にも活用されてて想像以上に本格的な話なの。すごいことだけど、でも実はこれ諸刃の剣でもあるの。諸刃の剣？オープン AI っていう一企業の判断に国の危機管理インフラが依存することになるの。それってうちの家の鍵を一つの会社に丸ごと預けるみたいな話じゃない？近い例えだね。もしシステム障害やポリシー変更が起きたらパンデミック対応にまで響くかもしれないの。
それって大丈夫なの？だから有益な利用、強力なガバナンスアクセス制御っていう三原則は単なるお題目じゃなくて、こういう重さを受け止めた上でのルールなんだよね。この危うさ、実はライバル各社は全然違うやり方で避けようとしてるの。他の会社も似たようなことしてるの？そう、実は Google のディープマインドやアンスロピックもそれぞれ専門特化のモデルを出してるの。いろいろあるの？名前が全然覚えられないよ。無理に全部覚えなくて大丈夫だよ。今日は違いのイメージだけ持って帰ってくれたらいいの。整理すると、こういう立ち位置の違いがあるの。ディープマインドのアルファフォールド3はタンパク質や DNA の立体構造を予測するモデルなの。立体構造の予測って、例えるならパズルの完成図を先に見せてくれるみたいな感じ？いい表現だね。タンパク質の立体パズルを解いてくれるようなイメージなの。ディープマインドのコーサイエンティストは研究の仮説をたくさん出してくれるパートナーで、どれを実際に試すか決めるのは人間なの。じゃあ AI がアイデアを出して人間が選ぶんだ。相棒って感じだね。アンスロピックのミソスはサイバーセキュリティの脆弱性発見に特化してるの。しかもミソスは危険性が高すぎて一般公開が見送られてて、プロジェクトグラスウィングっていう限定アクセスで重要インフラを守る組織にだけ提供されてるの。なんか専門医みたいだね。脳の専門医、心臓の専門医みたいに分かれてるってことを？まさにその例えがぴったりなの。総合病院の中にそれぞれの専門医がいるようなイメージだね。結局どれが一番すごいの？その質問自体が実はちょっと的外れなの。分野が違いすぎて単純比較できないんだよ。優劣じゃなくて分業なの。 GPT ロザリンドは文献統合と実験解析とツール制御を担う支援エンジンって位置づけなの。自分で構造を予測したり仮説そのものを立てたりする役目じゃないの。つまりロザリンドは自分で研究するんじゃなくて、研究者をサポートする役目ってことを？そういうこと。構造予測そのものをやるアルファフォールドや仮説そのものを出すコーサイエンティストとはそこが根本的に違う部分なの。そう、人間の科学者の知見をスケールさせるためのハブとして機能してるの。なるほど、住み分けが進んでるんだね。この分業が進んだ結果、実際のビジネス現場では何が起きてると思う？実際どんな会社が使ってるの？実は名前を聞いたらみんな知ってる大手製薬会社ばかりで驚くと思うの。アムジェン、モデルナ、サーモフィッシャーサイエンティフィックなどが初期パートナーとして導入してるの。薬作りの会社が総出で使ってるんだね。僕もそんな未来の薬で長生きしたいな。特にノボノルディスクは研究だけじゃなくて製造や営業まで含めた全社的なパートナーシップを結んでるの。会社丸ごと AI 化してる感じなの。企業の AI 投資の指標も汎用的な生産性向上から専門特化型 AI の具体的な研究成果へシフトしてるの。日本の会社も使えるの？気になるよね。実はここ視聴者のみんなも一番知りたいところだと思うの。それが今のところ米国の審査済み企業に限定されてて、日本から直接フル機能を使うのはすごく難しいの。日本は蚊帳の外なの？そんなに落ち込まないで。安全保障が絡むテーマだから慎重になるのも仕方ない部分もあるの。本体は無理でもさっき話したコーデックスプラグイン経由でなら日本からも一部使えるの。ただこういう専門特化型 AI に頼りすぎるとそのベンダーに縛られてしまうリスクも指摘されてるの。便利なわけ？抜け出せなくなるってことを？そういうこと。だから複数の選択肢を残しておくのも企業にとっては大事な戦略なんだと思うの。そう。だからこそ自社のデータを AI が扱いやすい形に整えておくことが将来の競争力につながるとも言われてるの。じゃあ完全に置いてかれてるわけじゃないんだ。しかもこの流れ着々と広がっていて、これからも導入企業は増えていくと見られてるの。日本の会社も指をくわえて見てるだけじゃもったいないよね。そうだね。だからこそ今のうちから備えておくことが大事なんだと思うの。こういう独自性の強いテーマの方が実はチャンネルとしても伸びやすいんだよね。きなこ、そういうところちゃんと見てるよね。これが今
専門特化型 AI をめぐって世界中で起きてることなの。今日のまとめだけど、 AI 業界は汎用性の追求から専門領域での安全な実装へ舵を切りつつあるの。 GPT ロザリンド、アルファフォールドさん、コーサイエンティスト、ミソス、この4つの立ち位置の違いを整理したの。これ保存しとこ。後で絶対見返したくなるやつだよ。 AI も住み分けが進むんだね。誰が何を守って誰が何を作るかっていう役割分担がはっきりしてきた印象だね。 AI って一言で言っても中身は全然違うんだね。今日で見る目が変わったよ。そう言ってもらえるのがこの動画を作った一番の理由だからすごく嬉しいの。こんな重要な話、ひまわりの種を食べながらでも知れるってなんか贅沢だよね。そう言ってもらえるとリサーチした甲斐があったなって思うの。専門特化型 AI って言葉今日覚えて帰ってくれたらこの動画は成功だと思ってるの。専門特化型 AI、専門特化型 AI、覚えたよ。アンスロピックのミソスもサイバーセキュリティで同じように限定公開してる話、実はまた別の動画で話してるから見てみてね。こういう動画をもっと知りたいって人が増えたら嬉しいな。ベンチマークの数字も限定公開の理由も比較表も全部つながってる話だったんだよね。情報が多かったけどちゃんと整理できてよかったよ。こういうテーマこそ少しずつ噛み砕いて伝えていくのが私たちの役目だと思ってるの。僕も分かりやすく伝える係頑張るよ。ありがとう。モッチーの噛み砕きがあるからこの動画は分かりやすくなってるんだと思うの。一企業がここまで担うのが正しいのかまだ議論中なんだよね。みんなはどう思う？あ、玄関の音した気がする。飼い主帰ってきたかも。というわけで今日はここまで。また今度こっそり続き話そうね。またね。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。